今日は複雑なメロディーとリズムが絡み合うプログレのスタイルを解説していくよ。まず最初に音楽の世界におけるプログレッシブの意味を簡単に解説しようか。プログレッシブは既存の音楽ジャンルにより斬新な手法を取り入れようとする試み。斬新な音楽を作るという観点では前衛実験音楽と似た音楽と言えるね。ただプログレッシブは既存のジャンルの範囲内で斬新な手法を試すに過ぎない。前衛実験音楽のように既存のジャンルを無視した斬新な音楽は作れないわけだね。ただ逆に言うと斬新すぎる曲にはならず前衛実験音楽より理解しやすいとも言える。このプログレッシブはいろいろなジャンルで使われている表現ではあるんだけど一番有名なのはプログレッシブロック。今日のテーマのプログレもこれに該当するよ。プロトプログは初期のプログレ。斬新な手法で作られた最初のロックだよ。複雑なメロディーやリズムを使ったり変わった音を使ってロックを作ったんだ。変わった音を使うロックはその後サイケデリックロックというジャンルになり複雑なメロディーやリズムを使うロックはプログと呼ばれるようになったんだ。こうして誕生したジャンルがプログ。複雑なメロディーとリズムを使うロックだよ。プログレやプログという単語は基本的にはこのジャンルのことを指す。斬新な方法を使ったロック全体のことはプログレやプログの名称は使わずにプログレッシブロックと略さずに呼ぶ。そう使い分けられることが多いよ。ネオプログはメロディアスで感傷的な雰囲気が特徴のプログレ。キャッチーな曲を目指したプログレで複雑さも弱めで聴きやすい曲だよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。3種類のプログレのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。
どれもプログレではあるんだけど、単純にプログレやプログといった時はプログの曲調を指すことがほとんど。これがプログレのスタンダードだね。でも斬新な曲を目指すべきプログレにスタンダードがあるのがそもそも変で、プログレといえばこの曲調みたいな考えを嫌う人もいるね。動画の後半はプログに関連する3種類の音楽ジャンルを解説するよ。カンタベリーシーンは初期のプログレとジャズの要素を混ぜた即興的な音楽。プロトプログと同時代の音楽で音に古さはあるんだけど、即興的なジャズのメロディーとリズムは現代にも通じる魅力はあると思う。ジェントはプログレッシブメタルから派生した音楽ジャンル。ノイズに近い歪んだギターの和音で不規則なリズムを刻むのが大きな特徴だよ。その特徴的な音がジェントと聞こえるのがジャンル名の由来だね。ズールはプログレの派生ジャンルでジャズやクラシックの影響が強い音楽。ギターをあまり使わないのが特徴で神秘的でゆったりとした雰囲気の曲だよ。ただなぜかスノの V4.5 プラスではズールにチップチューンの要素が含まれている。ズールとチップチューンってほとんど関連がないと思うけど、なんでだろうね。全バージョンの V4.5 ではズールにはチップチューン要素は含まれていないよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。
3種類のプログレの関連ジャンルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。スタンダードなプログレの中でも結構いろいろな曲調はあるから、自分の作りたい曲調に合わせてベースとなるスタイルを選ぶといいね。それと最後に一つ注意点。プログレはかなり長い曲が多いけど、スノでも長い曲が生成されやすいよ。上限の8分でも終わらない曲も出てくる。スノは長い曲の生成が下手で、後半部分は質が非常に劣化するから、スノでプログレを作るときはエディットなどでの編集が必須になるかな。プログレを編集するのは結構難しい。変拍子が混ざってくることが多いからね。まあだからスノでプログレを作るなら音楽を編集できる多少の知識は必要かな。それじゃまたね。